こんにちは、まいです。今回はミニマリストのコストコ活用術をお伝えします。コストコといえば大容量でお得にまとめ買いができる人気のお店です。でも正直ミニマリストの暮らしとは相性が悪いんじゃないかと思っていました。ところが実際に利用してみると、使い方次第でミニマルな暮らしにもちゃんとフィットすると感じるようになりました。今日はそんな私たちの視点でどんな風にコストコを活用しているのかと、私たちのおすすめ商品をじっくりご紹介していきます。それでは行ってみましょう。まず、ミニマリストなのになんでコストコと思われた方もいると思います。正直ずっと行きたかったんです。以前はコストコ会員でよくお買い物に行っていましたが、まとめ買いイコール物が増えるというイメージや、つい余計なものまで買ってしまうという理由から、ミニマリズムを始めてから距離を置くようになっていました。ただ、ミニマリズムは物を減らすことが目的ではなく、自分にとって必要なものを選ぶ力を持つことが大切だと考えています。そこで無駄遣いを避けつつコストコを上手に活用するためにたどり着いたのがシンプルな3つのルールでした。1つ目のルールは買うものを先に決めておくです。コストコは広くて商品数も多いので、目的がはっきりしていないとついあれこれ手を伸ばしてしまいがちです。そのため事前に買うものをリストアップしてから行くようにしました。ネットでレビューを見たり、必要かどうかを事前に見極めておくようにしています。コストコでのお買い物は帰宅後の仕分けや保存作業も手間がかかります。全部の売り場をじっくり回ると、それだけでかなり体力を消耗してしまいますが、ある程度買うものが決まっていると効率よく動けるので、体力的にも楽になります。2つ目のルールは、普段の生活で消費できるものを選ぶです。これが一番大事にしているポイントです。コストコは一つ一つの商品が業務用サイズやファミリー向けの大容量な代わりに、単価は割安なところがお得で魅力的です。しかし、普段使わないものを買ってしまうと、使い切ることが難しくなってしまい、結局無理に消費するか、廃棄せざるを得なくなります。そのため、私たちは普段の生活で無理なく消費できるものだけを選ぶようにしています。例えば、よく食べる食品やすぐになくなってしまう消耗品などです。本当はキッチンペーパーも欲しかったのですが、3人暮らしで12ロールは私の家では多すぎてすぐに消費できず、置き場を圧迫してしまうため買わない選択をしました。3つ目のルールは、1つだけ好きなものを買っていいです。コストコはちょっとしたテーマパーク感があって、私はワクワクする場所です。せっかくコストコに行ったのに、必要なものだけ、他は絶対に買っちゃダメとストイックにお買い物をすると、楽しさが減ってまた行こうと思えなくなってしまいます。そこで私たちは、一つだけ好きなものを買っていいというご褒美ルールを設けました。もちろん高価すぎるものや置き場に困るようなものは NG ですが、気になっていた商品や自分へのちょっとしたご褒美はこの枠で選ぶようにしています。このルールがあったからこそ、掘り出し物が見つかったり、次はあれを試してみようと楽しみが増えたりして、コストコでのお買い物がぐっと楽しくなりました。ここからは実際に購入したものをご紹介していきます。一つ目はパルマレッチョのパルミジャーノレッジャーノチーズ 20g20 個入りで
1858円の商品です。これは使い切りサイズの個包装タイプで、使い勝手がいいだけでなく、とても美味しいんです。料理に使うのにちょうどいい 20g ずつに小分けされているので、乾燥の心配もなく、開けたてのフレッシュな状態で使えるのが嬉しいポイントです。イタリアチーズの王様とも呼ばれるだけあって、食べてみると癖がなく濃厚で旨味もしっかり感じられ、その美味しさにハマってしまいました。小さく切ってそのままおやつやおつまみにしても美味しいのと、すりおろしてパスタやサラダ、リゾットなどにかけるとふわっと軽い食感になり、これもまた最高です。冷凍保存もできるので、使う分だけ少しずつ解凍しながら無駄なくゆっくりと使うことができ、コストコの大容量を日常のペースに合わせて上手に取り入れられる商品です。私はとても美味しいと感じたのですが、夫はそのままだとちょっと癖を感じたようで、あまり得意ではなかったみたいです。2つ目はユダミルクのプレミアムユダヨーグルト 800g638 円の商品です。朝はプロテインだけで済ませることも多いですが、小腹が空いているときはヨーグルトを食べることがあります。そこで今回初めて購入したのが、口コミがとてもよく気になっていたこちらのユダヨーグルトです。これは実際食べてみてびっくりしました。今まで食べてきたヨーグルトとはまるで別物のような、もっちりとした食感に、ヨーグルト独特の酸味が口の中に残ることのないすっきり感があって、とても美味しいです。この美味しさの秘密はアルミパウチの容器にあるようで、発酵温度を一定に保てる構造になっていたり、空気に触れにくくすることで乳酸菌の力をしっかり引き出せるようです。さらに取り出しやすさにも工夫がされていて、口が大きく開いたり、パウチの高さが低めに設計されていたりと、手やスプーンが汚れにくい、中身が残りにくいようになっているのも好印象でした。いつものヨーグルトとは違う、一口食べてなんだこれはと感じる新鮮さがあり、ゆっくり味わいたくなるような、そんなヨーグルトでとてもおすすめです。今回は加糖タイプしか売っていませんでしたが、子供には無糖だと食べにくいかなと思っていたので、ちょうど良かったです。ちょっとお高めではあるので、日常的にストックというよりは、コストコにいた時の楽しみとして購入していきたいなと思いました。3つ目にご紹介するのはハイローラーです。薄いトルティーヤのような生地にベーコン、トマト、レタス、チーズがくるっと巻かれた、見た目にも美味しそうなロールサンドで、コストコの定番デリカとしても有名な商品です。野菜やチーズなどの生ものが入っているため、消費期限は加工日の翌日までとなっています。生地はもっちりしていて具材がぎっしり、味付けもしっかりしているので、とても満足度の高い一品です。今回はお弁当用に一つずつラップで包んで冷凍保存しました。持っていく朝には凍ったままフライパンで両面を焼くだけです。ベーコンの風味が引き立って表面もこんがりいい感じに仕上がります。しかも加熱することで野菜の水分がちょうどよく飛ぶのか、水っぽさも気になりませんでした。朝の忙しい時間にも手軽に準備できて、お弁当にもぴったりな商品でした。4つ目にご紹介するのはサバフィレ燻製で 100g あたり378円の商品です。購入したものは8切れ入って2703円でした。
これはコストコの定番人気商品塩サバフィレを燻製に仕上げたものです。表面はスモークされてほんのり茶色に、皮側には焼き網の跡がついていて、すでに加熱済みなのでそのまま食べられる手軽さも魅力的ですが、両面軽く焼くとさらに美味しさが増します。ほぐしてみると水分は程よく抜けていますが、脂はしっかり残っていて、しっとりとした口当たりです。骨も見当たりませんでした。一口食べるとスモーキーな香りがふわっと広がって、サバの旨味と脂のコクがじんわり感じられます。味のバランス的には、私たちはご飯のお供というよりはおつまみにちょうどよく、お酒と一緒に少しずつ楽しみたい、そんな一品でした。残りは冷凍しておいて、夫との晩酌でちびちび楽しみたいと思います。5つ目にご紹介するのは韓国味付け海苔フレークです。大きなパッケージの中に小分け袋が3つ入っていて、使い切りやすく保存にも便利な作りになっています。ご飯のお供といえば海苔という方も多いと思いますが、これは長方形のシートタイプではなくフレーク状になっているのがポイントです。この商品の一番の魅力は、なんといってもサクサク&ふんわりとした軽い食感です。ふりかけのように手軽に使える上に、海苔を切る手間もなくて、必要な分だけさっと使えるのがとても便利です。さらにジッパー付きの袋で湿気をしっかりシャットアウトできるので、その食感が長く楽しめるのも嬉しいところです。温かいご飯にのせて食べてみたところ、海苔の香りがとってもよく、味付けも優しく、ご飯の美味しさをしっかり引き立ててくれます。韓国海苔と聞くと濃いめの味をイメージする方もいるかもしれませんが、これは意外とまろやかで食べやすい味わいです。いろんなアレンジも楽しめる商品で、私の家では納豆と合わせたり、ご飯に混ぜておにぎりにしたり、丼物や麺類の仕上げに振りかけたりして楽しんでいます。6つ目にご紹介するのは、バリラのスパゲッティナンバー5箱入りです。1.78mm の使いやすい太さで 500g ずつ箱に入っており、6箱セットで1548円でした。パスタやお米のような主食系の食品はある程度ストックしておくようにしていて、これまでは同じバリラの 5kg 入り大袋タイプを使っていました。今回は小分けで保管しやすい箱タイプを見つけたので、こちらを購入することにしました。この箱入りパスタを開けて驚いたことは、箱の中に乾麺がそのままドサッと入っているところです。袋詰めされていないので、私は外箱ごと密閉容器に移して保管するようにしています。肝心のお味ですが、バリラはアルデンテがしっかり決まるパスタとしても人気です。茹で時間は9分で、茹で上がった麺は表面がつるんとしていて張りのある食感。噛むともっちりとした食感でとても美味しく、パスタはいつもこのバリラをリピートしてきました。程よく重さのあるソースとの相性も良く、どんなレシピにも合わせやすいところも嬉しいポイントです。賞味期限も2年間と長持ちするため、ストックするのにおすすめのパスタです。
7つ目にご紹介するのは冷凍生エビです。コストコの冷凍エビには生タイプと加熱済みタイプがあり、それぞれにお付き、おなし、サイズも大小様々です。パッケージには50から70や21から25といった数字が記載されていますが、これは1ポンドあたりに入っているエビの数を表しています。今回購入したのは50から70と書かれたおなしの冷凍生エビで、シリーズの中では一番小さめのサイズになります。内容量は約2ポンドなので、単純計算で1袋に120から140尾ほどのエビがたっぷり入っていて、いろいろな料理に気兼ねなく使えるのが嬉しいポイントです。コストコの冷凍エビは皮を剥いて背わたもきれいに取り除かれているので、解凍するだけですぐに調理できるのが一番の魅力であり、時短になってとっても便利です。解凍するときは自然解凍ではなく塩水解凍がおすすめです。水2カップに塩小さじ2を溶かした 3% の塩水に冷凍エビを入れて30分から1時間ほどつけて解凍します。今回はこのエビを使ってエビチリにしていただきました。プリッとした食感がしっかり感じられてとても美味しかったです。火を通すとさらに一回り小さくなるので、エビの存在感を前面に出すようなレシピよりもサラダやチャーハンなどに使うのにちょうどいいサイズ感でした。次はもう少し大きめの冷凍生エビでエビフライやエビマヨなども作ってみたいと感じました。8つ目にご紹介するのはアタックゼロドラム式専用です。こちらは我が家の定番アイテムでずっとリピート買いしているお気に入りの洗濯洗剤です。今回はコストコで大容量タイプを見つけたので購入してみました。薬局で見かけた時は 1140g で1245円、1g あたり約 1.09 円ほどでしたが、コストコではなんと 2900g で1988円、1g あたり約 0.69 円です。単純計算でも約4割ほどお得に買えたことになります。日用品だからこそ、このコスパの良さはとてもありがたいなと感じました。ただ、あまりにも大容量すぎて洗面所下の収納スペースに入れるのは難しかったため、玄関で保管することにしました。9つ目にご紹介するのはサーモン塩辛で、私のご褒美枠で購入しました。こちらは生のサーモンの切り身とイクラを白麹で和えた魚介の瓶詰め商品です。こういった商品は安価なトラウトサーモンが使われることが多いのですが、このサーモン塩辛には高級なアトランティックサーモンが使用されています。大きめにカットされたサーモンは肉厚でプリップリです。生臭さもなく、サーモンの旨味が塩麹の優しい塩味と絶妙にマッチしていて、一口食べるとついお箸が止まらなくなります。さらに嬉しいのが 30% 増量と書かれている通り、たっぷりと入ったイクラがサーモンの旨味と合わさって一口ごとに贅沢さを感じられる美味しさとなっていました。これはご飯にのせるだけでもう立派なごちそうです。名前からもイカの塩辛のような癖の強い味を想像される方もいるかもしれませんが、これは塩麹で和えた優しい味わいで、唐辛子も少し入っていますが、辛さはほとんど感じませんでした。賞味期限は購入日から約10日ほどなので、
解凍後はできるだけ早めに食べきるのが安心です。最後10個目にご紹介するのは電子レンジ用ポップコーンです。今回はポップコーンが大好きな夫のご褒美枠として購入しました。4.1kg の大きな箱にポップコーンが44袋も入っています。お値段は2598円で1袋あたりなんと約59円というコスパの良さが魅力です。袋のまま電子レンジで作れる手軽さもポイントで、500ワットで2分30秒ほど加熱するだけでバターの香りがふわっと広がって、まさに出来たてのポップコーンが楽しめます。レンジの機種によって加熱時間に差が出るらしいのですが、このレンジでは2分30秒でちょうどいい出来上がりになりました。袋の端は少し開いていて蒸気が抜けるようになっているので、取り出すときはやけどに気をつけてください。開いた口を上にしてシャカシャカと数回振ると、オイルとポップコーンがしっかり絡んでさらに美味しくなります。袋を開けると香ばしい香りがふんわり立ち上って、一口食べると塩気とバターのコクがじんわり広がるシンプルな味わいです。この素朴さが癖になってついつい手が止まらなくなってしまいます。こんなにあれば1年は持つねとたっぷりとストックされたポップコーンを見て、夫は嬉しそうにしています。夫のご褒美枠でしたが、私も食べてみたらハマってしまい、小腹が空いた時にこっそり食べているので1年も持たないと思います。はい、以上がミニマリストのコストコ活用術でした。コストコは行くたびにちょっとしたテーマパークに出かけるような楽しさがあって、ついワクワクしてしまいます。もちろん欲しいものを全部買っていたらキリがないので、自分なりのルールで自制しつつ、その中でこれはと思えるものに出会えると嬉しくなります。今後もずっと通うかはまだわかりませんが、会員でいる間は上手に活用して楽しみながらお買い物をしていきたいと思っています。もし皆さんのおすすめコストコアイテムがあればぜひ教えてください。この動画が面白かったよ、参考になったよと思っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。